お疲れ。ラッピオジャパニーズクッキングへようこそ。今日は黄金のチャーハンを作りながら、タメ口を適当に喋っていくから、リアルなタメ口学びながら、チャーハン。もう、そこら辺で食うチャーハンより100倍うまいチャーハンの作り方教えるから。これ真似すれば家で、マジでめちゃくちゃうまい、超最高なチャーハンが食えるから。準備できてる？やっていこう。まず用意するもの。鶏肉ね。鶏肉を適当に切っていくんですよ。まあ鶏肉を切るとか、comprehensible input 的なビデオじゃなくて、俺はただ単に好きなことを喋っていくから。で、まあ作り方を教えながら的な、そういう感じでやっていくから。まあだから、リアルな日本語をより学べるから。こんな切るとか、焼くとか、賞味、もう他の YouTuber がやってて、もう飽きてるっしょ。いらないっしょ。だから俺の、本当に思ってることとか、世界に対して思ってることとか、最近気づいてることとか、いろいろ喋っていきながらやっていこうと思うんだよね。とりあえずまず、鶏肉を、まあ、小さく切っていくと。もう適当に、ね、形とかどうでもいいと。鶏肉を切ってる間に、フライパンを温める。やっぱりね、チャーハンってね、めちゃくちゃ簡単に作れるし、何にしろうまいんだよね。で、このチャーハンは、フライドライス的な、まあ、英語で言うフライドライスなんだけど、まあ、中華系だね。賞味、もう、AI とか出てきて、その日本語、敬語とかさ、そういうどこでも学べるような、教科書で学べるような、その内容とか、にもう価値がなくなってきてると思うんだよね。だから俺はこうやって日常を見せながら、日本にしかないものをなるべく見せながら、リアルなタメ口を、AI とかが教えられないタメ口を教えていこうっていう風によりビジョンが固まってきたから。てかそういえば無料コース1時間の1 hour free master course を作ったから、で、これはマジでめちゃくちゃ有益になってるから。これを見れば確実に、タメ口どうやったら学んだらいいかっていうのはわかるし、で、プラス、そのコースの、そのフリーコースの中で映画を使って、その映画っていうか、ネイティブコンテンツを使って、タメ口は実際にどうやって使われてるのかっていうのを、俺の喋りだけじゃなくて、俺がでっち上げてるかもしんないって思えちゃうよね。だから、普通にネイティブのコンテンツ使って、それ解説したりしてるから。だからもしマジでタメ口を本気で学びたい。本当にやる気があんなら、マジで、これは、もう、そのチューターとレッスンするよりも確実に有益になってくるから。で、鶏肉切ったらまずやんなきゃいけないことは、まずこの鍋。使ってほしいのは中華鍋なんだよね。これがないと結構、チャーハンうまく作るのは難しいと思う。でもなくても最悪、でかいフライパンを使って、こうやって、もう火力最大にして、鶏肉を入れると、もう油を入れて揚げ焼きみたいな感じにしていく。まずこれが大事。チャーハンをまず作る前に鶏肉を最初に火を通す。で、鶏肉の油を出すんです。そうすることによってチャーハンを作るときに、鶏肉の油がチャーハンにちゃんと生かされて、とんでもないうまさになるんだよ。わかった？毎日同じものしか食わないんだよね。本当に。だいたい、俺が食うもんって言ったら、これチャーハンか、あとは、チャーハンか、
照り焼き、この前、だいぶ前動画したよね。この2つしか食わない。毎日なんか同じものを食べると、毎日同じものなんか、何しよっかなって考えてると、大切なことに、その体力、精神的な体力、使えなくなるから、その考えてるエネルギーがもうもったいないし、時間かかるじゃん、なんなら。何にせよ時間かかるから、時間と体力を、このビジネスっていうか、このコンテンツ制作に使うためにも、昼飯っていうのは毎回同じようなものを食うようにしてんだよね。もう昼飯の時間になったらもう何を出してみたいな。はい、鶏肉出して鶏肉切って鶏肉鍋に入れて、はい、米炊いて、米レンジで温めて、みたいな。ね。そうやってもう明確されてくるんだよ。で、当たり前だけど、必要なのは米だよね。チャーハン。米がないとチャーハンは作れないって。やばい、燃えてる。で、ある程度火通ってきたら、ひっくり返す。油がやばい。ひっくり返して。もうこれ数回だよね。数回みたいになってる。ちょっと焦げちゃった。やべ。熱っ。なるべく、まんべんに火を通して、強火でやるのには意味があって、強火でやることによって鶏肉の油が最大限に出てくれるんだよね。鶏肉の油を出してみたいな。これをチャーハンを作るときに使うから。そのまま、この鶏肉が出た油でチャーハンを作る。マジでこれを、真似してくれれば、どうなんだろう。日本以外でこの火のタイプ、火のコンロを使ってる国、なかなかもうないよね、最近。でも、うまいチャーハンを作るのにこの火はマジで欠かせないんだよ。超強火でやんないと、チャーハンってうまくできない。ただの卵炒め、米炒めみたいなもう、中途半端なチャーハンでもないチャーハンが出来上がるのに、それは避けたいから、だからもしチャーハンこれ作りたいなら、まずコンロ買って、火がなかったら、OK。っていうのは非現実的だから、人に話してもいいんだけど、やばい。ちょっと、じゃあ一旦、ある程度火通ったら、油切って、鶏肉を取り出します。敬語喋っちゃった。こうやって動画撮ってると敬語たまに喋っちゃうんだよね。なぜか。もう完全に頭に植え付けられてるこの感覚。結構焦げてるわ。この油、あんま残ってないけど、一旦火消そう。一旦火消したら、とりあえず、米を、レンジで温める。レンジで温めることによって、どうなるかは、わからない。とりあえずなぜかね、温めることに意味があると。これ米、ちょっともう、多くなっちゃうけど、もうラストだからこれ全部使った方がいい。じゃないと怒られるから。米なんで中途半端に残してんだよって。まだ、お母さんと住んでるから言われる。
これ米結構多いよね。でもこれ、それ食えなくてもいいから。で、これ待ってる間に何かした方がいいよね。これ時間無駄にするのもったいないから。最近本当になんか、旅から帰ってきてさ、バリ行って、その後にスウェーデン行って、その前スペインだ。スペイン行って、で、スウェーデン行って、その前アムステルダムも一回行ったんだよ。一日だけ。乗り継ぎで時間あって、アムステルダム行って、大麻ミュージアムに行ってきたんだけど、結構すごかったね。で、街中はめっちゃ大麻の匂いして、みたいな。めちゃくちゃ、うわ、アムステルダムや、みたいな。これがアムステルダムか、みたいな感じで、感覚になったね。そうで、行ったんだよ。もちろん旅中だから仕事、このコンテンツ制作っていうのはちょっと怠ってるんだよね。怠ってた。Vlog 系みたいな、Vlog 系の動画もっと撮ればよかったけど、どうなんだろうって思って。Vlog 系の動画、この日本じゃなくても興味ある？もしあるなら次行くとき全然撮るんだけど、その後に、1ヶ月2ヶ月くらい、バリに1ヶ月いて、その後、1ヶ月くらい彼女がいるんだけど、俺、スウェーデンに。で、スペインに、彼女の、別荘があると。でそこに、1週間か、滞在して、でその後にスペインに2週間行って、みたいな感じで帰ってくる予定だったんだよ。そしたらなんと、帰りの飛行機が9時間遅れになって、タイで乗り継ぎだったんよ。でもタイからの乗り継ぎの飛行機、航空会社別で取ってたんよ。安い飛行機のチケット買ったから、航空会社別で取ってて、だからもうどうしようもできませんよみたいな。こっちではできないんですよみたいな。そっちで自分で予約してくださいみたいな感じ言われて、マジかみたいな。でその時、今もそうかもしれない。情勢的にさ、今イランとなんかイスラエルとかさ、地形の戦争してんじゃん。で、ドバイとか爆弾落とされてみたいな攻撃されてるから、タイの飛行機、バンコクの空港の需要がめちゃくちゃ高まってんだって、そのせいで飛行機でバカ高くて、もういつものタイから日本のチケットのいつもの値段の10倍は言い過ぎかな。5倍くらい。5、6倍。いや、さすがにちょっとだるいなって思って。だったらタイちょっと楽しんでから帰ろうみたいな。で、タイに1週間くらい結局いたんだけどね。で、やっと帰ってきて、カオスだったよ、結構。でも結構いい時間だったけどね、自分を見つめ直す。で、帰ってきて、やっと本気で、もうこのコンテンツ制作に全集中することができるようになって、でも帰ってきたで、やっぱりなんか、忙しいことはありがたいことなんだけどね、忙しいなっていうか、焦げちゃってるわ、もう。忙しいなって思うんだけど、最近登録者もなんかあんま伸びずにみたいな、自分のせいなんだけどね、それも。っていうのは置いといて、もう焦げちゃった。っていうのを置いといて、これ、フライパン温めて米、温め終わったら、今からちょっとプロの技見せるから見とけまして。やめとけよ。まず卵入れます。卵入れたら、お玉で米、速攻米。
米入れたらこうやって潰す。マジプロの手さばきだから見とけ。俺もう中国人って言われても過言では言われてもおかしくはない。炒めつつ、この米をパラパラにするためにこうやって細かく刻んでいく。そう、最近忙しいんだよね。忙しいっていうか、なんかその始めたての頃のモチベーションというか、そのハングリー精神みたいなのが前よりなくなって、なんて言うんだろうな、めちゃくちゃ痛い。手首痛すぎ。普通に重いんだよね。ハングリー精神みたいなのなくなってるっていうか、結果のその上昇具合がめちゃくちゃなんか停滞して気分下がってるっていうか、まあそれはなんか俺がその結果に依存してたっていうか、like I was like attached to the outcome. It's not healthy thing to live a happy life. Have a healthy, to become healthy mental, you know. だから、まあそれも原因なんだけどさ。最近さ、気づいたのはやっぱり、最近金についてめちゃくちゃ深く考えるようになって。やっぱこうやって、自分俺、その、タメ口のプログラムとか、で、タメ口を学ぶのを助けてるんだけど、やっぱそういうのを1年くらいやって、鶏肉を入れる。ある程度火取った鶏肉入れる。やっぱ気づいたのは、マジで愛がないとダメだなっていうか、本当にこの画面上の向こう側だけを見てるのはでもその本当に日本語タメ口をマスターさせたいっていう愛をマジで心の底から愛を基準に全て物事を考えないとバカな選択をするなってことに気づいたんだよね。で、まずさ、お金って、もし俺のさ、商品、日本語のプログラム、タメ口プログラム、買います。もし、まあ俺のメンバーだったらもうすでに買ってるわけじゃん。それ、お金払うってことは、俺を信用してるってことだよね。でその信用ってどうやって生まれるんだろうってなったら、その、俺が与えてる価値とか、エネルギーとか、まあ、そういったもんから来るじゃん。でその価値とかエネルギーっていうのは愛なしで生まれないと思うんだよね。人を助けたいって愛なしじゃその価値を提供したいなんてことも思わないし、人にいい影響を与えたいっていうかいいエネルギーを与えたいってことも思わないよね。だから逆に愛さえあれば人にいい価値をもう自然と提供できるようになって、それがもう仕事になって、で、そしたらこれウェイパーって自分で調べて、これがね、ウェイパーって言うんだよね。ちょっと焼きすぎたかもしれない。ウェイパーってなんか油的な？そうだから価値を、愛を持たないと、その最大の価値を与えられないと、金を考えてたら最大の価値を与えられない。一番その金結局さ、金って愛の交換なんだな。だって金を稼ぐためにさ、人間って
人生を犠牲にするわけよね、ほとんどの人は。好きでもない仕事を、ほとんどの人は、金のために、自分の時間犠牲にして、やり続けるじゃん。イコール、その時間って、もう人生で限られてるよね、俺らの中で。でも誰からも奪えない財産じゃん。資産だからもうほぼ自分の一部のようなもん。で、その自分の一部を犠牲にして金に変換するわけだ。だから金を人に渡すってことは、自分の一部をもう差し出してるようなもんなんで、自分の人生を差し出してるようなもん。わかる？チャーハンとマジで関係。塩少々。まず塩一つまみ。そう、だから金っていうのは人に人生を預けるっていうか、でもその人に人生預けるっていうことは信用がないとできないの。人に金を貸すってこともそうじゃん。結局その人を信用して、なんで信用できんのって言ったらやっぱ愛じゃん。その人に愛があるから。愛を広めたいから。じゃあなんで、じゃあなんでコンビニとかで、スーパーとかで、お菓子とか買うの？その中身が分かってるからじゃん。信用だよね、それって。でもそのフードカンパニーとかは、信用があるかは知らんけどね。全然フードカンパニーとか信用があるかは愛があるかはわかんないけどね。やばいもん入れてるからね、あの人たちはね。できたらこうやって盛り付ける。チャーハンの完成ですと。そう、だから、その話を置いといて、金の亡者、金を中心に考えてる悪魔みたいなやつもいるんだけどね、世の中には。それで成り立っちゃってるのは怖いんだけど。でも結局俺らは信用して買うわけやん。俺らは信用して買うわけじゃん。そのものとかって。信用。大丈夫でしょっていう信用。相手を信用するってことは相手に対して多少なりとの愛があるっていう、予測を立ててるわけなんだよ。俺が思うに。わかる？相手に愛がない人間に自分の人生の一部を渡したいなんてやついないと思うから。マジで。で、この中華鍋は、もう使った瞬間に洗うのがコツだね。で、洗ったらこの火汚いね。汚かったよ。ごめんね。洗ったらこの火をまずかけますのって何やねん。かけますの。ちょっとあれがないから、キッチンペーパーがないせいで油を引けないと。これはもう後で考えよう。とりあえずチャーハン出来上がった。ちょっと焦げちゃったけど、このなんかカメラのせいでなんかちょっと色微妙だけど、これが黄金のチャーハンの作り方。あれちょっと言ったっけ俺作り方。まず鶏肉、150g くらい切って、で、このフライパンに超強火で油ちょっと引いて強火で炒めて油出して鶏肉の鶏胸じゃなくて鶏もものやつじゃない。油出して、でそしたらある程度火取ったら取り出して、でまず卵2個くらい入れて超強火でね、その鶏肉の油使って卵を炒めて、速攻で米入れて、で米入れてある程度こうやってひっくり返して炒まってきたら、この
ウェイパーっていうのを入れてほしい。その自分の国にあるかわかんないけど、日本にある。日本に住んでんならこれはマジでおすすめだから。これは多分中国のやつなんだろうね。ここに、ウェイパー、ニーハオって書いてあるから。ウェイパー、ニーハオって書いてあるから。中国なんだろうね。まあ中華のやつだから。入れて、まあ大さじ1くらい。大さじ1はやりすぎかな。まあ、今回入れたら、そしたら次、塩コショウ少々。で、醤油最後に、本当にちょっと、もう香り付けくらい。醤油で味付けをするもんじゃなくて香り付けをするんよ。それが、黄金チャーハンの作り方。で、米をなるべくパラパラにすると。それが、黄金チャーハンを作る秘密。まあ今日はこんな感じで、Rap Your Japanese Cooking。そんな感じで終わりにしたいと思う。もしこのシリーズ好きなら、全然やるし、他のものとかまあ、やりながらできるもんがあれば、全然楽しいからやっていくし、まあそれがもっと Vlog が見たいとか、そういうリクエストがあれば、どんどんやっていくし、そのタメ口を学ぶベストな方法、いろいろ考えたけど、やっぱり、こうやって俺がフリースタイルしまくって、ってやってる時にやっぱりその自然な日本が出てくるかなって思うから、こうやって何かやりながらっていうのがめっちゃ、やりやすいんだよね。で、価値を提供しやすい。まあ今日はそんな感じかな。また次の動画でお疲れ。いただきます。